こんにちは、うりうりばあちゃんです。今日はね、長いのパソコン見ながら話します。サムネにもあったように、63歳から YouTube を始めて人生が激変っていうか、すごく変わったっていうお話なんです。私はね、それまでも家族と離れて気ままな一人暮らしをしていたんですよ。そうは言っても国民年金だからそれも全部払ってないから少ししかもらえないっていうのは覚悟してたから、元気なうちはずっと絶対働くつもりなの。働くの好きだし、だけど好きなことをして働きたいとも思ってる。染め物講師として毎日忙しい日々を送ってたわけです。染めることはね好きだからいいんだけど、土日を含めて週4回行かなきゃいけなかったの。そして祝日もでしょ、長期の夏休みとかね、春休みとかそういうお休みもでしょ、それから予約があったりとか、団体さんとかまたお休みの日でも出なきゃいけないから、普通の人だったら有給休暇とかある人はあるでしょ。自分でそこを借りてやってるわけだからお勤めってわけじゃないんだけど、でお正月は家族が帰ってくるんだけど、だから私は休んでた。休まないこともあったけど、最後の辺はもう休んでたけど、そうするとちょっと肩身が狭いじゃんね。みんなお正月に出てるのに私だけ休んでたら、なんであそこは休むんだよみたいになるし、梅干しつけたりとか麹つけたりとか味噌やったりとか、そういうのが好きなんだけど連続した休みがないでしょ。だから梅干しだってやれば3日3晩っていうぐらいで3日間かかるんですよ。だけど連続して3日は休めないから、1日やって今日は行かなきゃいけないから中入れといてまた干してみたいな感じになるから、ストレスは溜まってたと思う。もやもやとした気持ちは溜まってたと思うのよ。ちゃんとね、何日か1週間なりとかあればできることもできないし、1日やってまた何日か出てまたやるともう前のことなんか忘れてるし、家にいるのが好きな人にとってはちょっとねっていう感じはあったと思うんだけど、2018年の正月に突然新発売の iPhone X を購入して YouTuber になることにしました。世間では YouTuber がすごく盛り上がってたの。好きなことで生きていくには YouTuber だとか、子供のなりたい職業No.1だとか言って、私もそれに乗ったっていうことはないんだけど、とにかく YouTuber になろうって思ったの。なろうって思うと私はもうダメなんです。だから ADHD の性格だろうね。抑制が効かないっていうか、思った瞬間に体験工房やめて YouTuber になるって思って、それで実行したんですよ。15年間お世話になった体験工房の染め物講師をやめて YouTube を始めました。そう言ってもね、すぐにお金になるわけじゃないじゃないですか。それは当然だから、体験工房やめたら収入源がなくなるからネットショップを始めたの。ネットショップやクラフトで作ったものを売ってぼちぼち日銭を稼いで YouTube をやっていこうっていうのがその時頭の中で考えたことね。それはね今も変わってない。今の主な収入源はネットショップと YouTube はね、だんだん収入少なくなって、元からそんな多くないんだけど、あんまりない。本当にお小遣い銭ぐらいしかないんだけど、いろいろいいことがあったし、今からもっと頑張ろうとは思ってるんだけど、 YouTube のね再生回数やある一定のやり方みたいなものをマスターする必要があると思うの。それを習得すると、得っていうほどじゃない法則みたいなのをちゃんとその通りにやっていくと案外うまくいくような気もするけど、私はねそういうの苦手だからやってなくて、ほとんどね。だけどちとはサムネとか考えてはいるんだけど、私なりに不器用なんでね、登録者も再生回数もあまり増えないっていうと、それは私の負け惜しみの言い訳になるかもしれないけど、本当にね個性的なずば抜けた動画とかを作ってれば YouTube のルールみたいなの、再生回数を増やすとか、サムネはどうしろとか、旬の何かに沿ったのを出せとかあるじゃないですか。そういうことを無視しても増える人は増える。でも私のようなだからそんなこと言っちゃいけない。頑張っていい動画を作って、なおかつそれに沿ったものがサムネとかね、アルゴリズムっていうのかな、ちゃんとできればもっと増えると思うの。
もうやってないんだけど、でも10万人にはなりたいと思ってるのよ。これは夢だから。でも絶対に10万人になるよ。それはやるつもり。銀の盾で頑張んなきゃ、そういうのサムネで考えたりとか、いろいろ考えなきゃいけないと思う。まあ緩くねなればいいなと思ってる。緩くでもないけど思ってるんだけどならないね。でもなるよ。でまあそんなことは置いといても、63歳の時に突然 YouTube を始めた。 iPhone X で撮影編集していた時はね、割と楽だったの。いっぱいいっぱい出せるんだわ。あんまり何も考えないからちゃっちゃ撮ってちょっと編集して出したりしてたわけよ。だけどもうちょっとクオリティ上げたいなとかいろいろ思って、私なりにちょっとは考えて、一眼レフとかちょっと使えないなと思って、ビデオでただ撮るだけならいいかなと思ってビデオを買って、それからパソコンで編集するようにしてる。今も同じね。そうやって思った半年ぐらいして、そのパソコンとか買ったんだけど、最初の目標って1000人でしょ。1000人がなかなかならなくて、苦しいっていうほどじゃないけど、早くなればいいのにな、早くなればいいのになと思いながら作ってた。それがねやっぱ不器用だから1年以上かかったと思う。早い人は 1,2 ヶ月でねすぐ1000人になる人もいるし、2年も3年経っても1000人にならない人もいるけど、そしてやっと1000人になって3年目に YouTube Next Up っていう賞をいただいたんですよ。これはチャンネル登録者が1万人から10万人までの YouTuber の中から、 YouTube の人が Next Up、 次に頑張ってほしい人をいろいろ特訓してくれるシステムなのよ。やっと1万人になって、絶対受かってやると思って応募して受かれたの。 YouTube のこと割と知ってる人に「私ネクストアップに受かるんだ」って言ったら「何万受かるわけない」とか言われて、絶対受かってやると思ってたら受かれたんだけど、でもね今年はなかったみたいね。私の年が最後だったのか、今年はお休みなんか分からんけど、だからよかった。その2021年ネクストアップに受かれて、それはね12組選ばれて、去年なんだけどコロナがあったからオンラインで受けたんですよ、特訓をね。その前だな、 NHK ワールドジャパンって NHK が海外向けのオンライン放送をやってるんですよ。でそれの中のジーローウェイストライフにお声がかかって出してもらったの。15分番組でグリーンマウンテングランマっていうので、それからあとは水原希子さんが Amazon プライムでうりうりばあちゃんと染め物したりしたいっていうので一緒にやらせていただいて、それも嬉しかったし、そういうこともチャンネル登録者が多くなったやつよね。ありがとうございます。とかあとはムック本やね月刊誌などにも取り上げていただいたりして、とても嬉しかった。ありがたいですよね。皆さんもお気づきかもしれないけどわかるよね。私はねとても出たがりで目立ちたがりなんですよ。 YouTube で顔出ししないでやってる人ってよくいるじゃないですか。あれね私無理だ。もう顔出ししないでこうやっててもふっとかって顔出してしまう。ストレス溜まるともう顔出さないでずっとやってたら、とにかく表に出ることは大好きなわけ。でもね家にいるのも好きというわがままな性格です。こんな私だから今のネット社会っていいよね。家にいることが好きだけどネットで出たがりで配信できるでしょ。で本を書いたりも向いてるから本を書くっていうのも出たがりっていうとおかしいけど自分のアピールでそういうのも好きだし、私ね実は細部の詰めが甘いのよね。だから映像を撮るということ自体は向いてないかもしれないのよ。なんだけどこれからでもねちゃんとね綺麗な映像を撮るように頑張ろうと思ってる。だって自分でやっていくしかないもん。頑張って綺麗な映像を撮るようにしようと思う。これからねやるぞ。映像を撮るのは向いてないけど文章を書くことは向いてるように思うわけだけど、文章も多分いつものように不器用な性格なんでちゃんとした文章は書けないかもしれないなと思うの。多分ね文章も私の全部作ったものもそうじゃないですか。ちょっと不器用な、ちゃんとしたものじゃないでしょ。ブサかわいいっていうの、だから文章も多分ねブサかわいい文章なんじゃないかなと思うの。
いいじゃん可愛かったらとか言ってなんから暮らしていた古民家で昼間は機織りをしてたでしょ。そして夜まで広い殺風景な暗い電気つけてもそんなには明るくないよね。古い家だからだだっ広いとこで夜まで電気こともして機織りするっていう気にもならなかったから夜はお酒ずっと飲んでたんだけど、それでも大きな古い家の中でその家に作ってるものっていうのが私はあると思う。そういうものにせかされるように文章を書き始めたんです。かっこよく言うとね、古い家ってね、その家の歴史があるでしょ。子供が生まれ結婚して結婚式もその家であったかもしれないでしょ。そうやってそのうちいろんなことがあって年寄りが亡くなって悲しく見とったかもしれないでしょ。結婚した人は赤ん坊が生まれ、赤ん坊は土間に落ちて泣いたかもしれないじゃない。単行部作ってその子は大きくなっていたずらっ子で大黒柱に縛り付けられて泣き明かしたかもしれないでしょ。その子は大きくなって嫁に行って旅立った日のこともあるかもしれないし、そんなにもろもろのたくさんの歴史がその家の中に住み着いていると思うの。全部を歴史をその家は持ってるのよ。もろもろのね家に住み着いたものが私に訴えかけてたんじゃないかと思う。黒光りした大黒柱もいろりもかまども流しも五右衛門風呂も私はそれを受け止めるしかなかったんだと思う。受け止めたんだと思うの。その家は私に受け止めてほしかったと思うし、私も受け止めたんだよね。そしてそういうもろもろのことを文章に書くようになったんです。小説にして文芸誌にねいくつか出したんだけど、まあ全部落ちて、である日文章は書いてもその当時は新聞取ってて広告を集めて裏に書いてたの。いっぱい紙の山ができるのよ。でも受からなかったら何でもないただの紙の山じゃない。でそれにある日気づいたの。こんなに一生懸命書いてても書いたものって紙の山ができるだけで何の役にも立たんなと思ったのよ。だけど昼間織ってる機織りは布ができるじゃないですか。布は下手くそでも何でも何かの役に立つでしょ。やっぱ旗織ってる方がいいなと思ったの。昼間しか織らないのにね。受からない自分に対する言い訳だったのかもしらんけど、とにかく旗織ってる方がいいなと思ったの。そして小説に応募するのはやめたの。でもねぼちぼち日記のようなエッセイみたいないろんな思いはワープロを購入してね書いてたんだよ。当時ねネットのブログなどというものはなかったと思う。本にならなかったら読んでもらう機会もないわけよ。多分書くっていうのは誰かに読んでもらいたい、自分を認められたいっていうことだと思うから本をすごく出したかった。いつか本を出すっていうのが私の夢だったの。そんな淡い夢をそうこうしてここに越して63歳になった時、まだ YouTube 始めようって全然思う前なんだけど、ふと思ったの。私本出せなかったなって。一般人が63歳になって何にもないのにその後本なんか出せる望みはないから、もう私は本を出せなかったなって多分自分を納得させたんだろう。いつものように体験工房で忙しく働いていたの。それでもこのままただ忙しく暮らす日々でいいのかなってくすぶったような思いを持ってたんだと思う。それで60も超えて昔の人ならとうに終わってる人生かもしれないじゃないですか。60過ぎた今ある私の時間は人生の中のおまけの時間かもしれない。で人生いつ終わるかわからないでしょ。おまけの時間なら何も縛られることなくもっと好きなことをやっていきよう。もう誰かにとやかく言われるような年齢じゃないし、私は私の時間を生きよう。 YouTube で自分の思いを発信して好きなことをやっていこう。私のおまけの人生を思う存分とことん自分が好きなように楽しもうって63歳で決意して YouTube を始めました。この話はちょっとしたかもしれませんが、重複してたらごめんね。かっこよく言えばそういうことよね。
とことん自分が好きなようにやろうとかね、そういうふうに思ったんだけど、いつもの軽いノリよ。それからね、5年後、5年じゃない、もう6年経つってことになるんだけど、とにかく去年の話、チャンネル登録者はまだね2万人台だったんだけど、本を出さないかっていう話があったんです。で、68歳だよ。まさかね、そんな無名な私に出版社から声がかかるなんて全然一切思ってなかったから、本を出すのが夢だったんだから、本当に YouTube やっててよかったなと思った。だって YouTube やってなかったら本なんか出せてないもん。私の人生はね、 YouTube を始めてすごく変わったと思う。で、収入はね、講師をしていた時と比べればすごく減ったよ。だけど時間と気持ちの余裕ができたのかな。そのせいで何かに追われて暮らすのではなくて、自分の好き勝手にゆっくり暮らせるようになった。余裕ができると周りのいろんなことを受け止められるようになった。風の音も葉っぱや鳥のささやき、雲の移り変わり、お日様の日、月の満ち欠け、周りの言葉が目や耳に素直に届くようになったと思う。前からいろんなことに興味があって、たくさんのことを体験してみたいと思っていたんですけど、前はね、時間も心にも余裕がなくてできなかった。今もね、時間ないんだよ。だけどその忙しいのは自分のことをするための忙しさで、前の忙しさとは違うと思うの。今の私には自分のための時間も心の余裕も両方ある。そして動画にすれば皆さんからの反応もあって、プラスの楽しみもある。だから興味があること、やりたいことはどんどんやっていける今の時代。こんな田舎に住んでてネットで一人で勉強できるから人に習った方がいいのかもしれないけど、ある程度のことは独学でできるからいい時代だと思う。今ね、パントマイムを練習してるのっていうか、勉強しようと。これはね、ちょっと20代の時から思いがあって、その話は60代最後の自分探しのことでお話ししようと思ってるんだけど、とにかく勝手にねパントマイムをね適当に自分で勉強してる。それからね、金継ぎ、私ってほら ADHD だからいつもすごく割るのよね。割れたり欠けたりですごく捨てたものもあるんだけど、もうしょうがない、これいい、自分の好きなものから割れていくんだよね。金継ぎっていうやり方があったのを知ってたかもしれないけど、とにかく自分でできると思わなかったし、キットとか買ってやれば動画で勉強してやろうと思って、動画じゃなくてもいいかもしれない。とにかく金継ぎもやろうと思ってキットも買ったの。金継ぎ難しくてできないとかいう人とかもいるかもしれないけど、別にいいと思う。私はプロになろうとか思ってるわけじゃないから、パントマイムにしても自分が楽しければいいんだから、金継ぎだって自分が楽しくていいなって思えばいいだけだから。水が漏れないとかね、欠けたところが下に当たって痛くないとか、見た感じが可愛かったりすればそれでいいと思ってるから、あんまりすごいことを求めてなければいいんじゃないですか。失敗したらどうしようってこともないじゃないですかね。どうせ割れてるもんだもん。本来なら捨てることになってしまうものだけど、それが使えるんだもん。とっても素敵なことだと思う。私はその他にもやりたいことが山のようにあるのよ。やっぱりね、これも何でも ADHD のせいにしちゃいけないかもしれないけど、何でも興味があるタイプなの。多分ね、 ADHD の人ってそうだと思うよ。すぐ衝動的にあれやるこれやるってやってしまうし、あっち行きたいと思えば行ってしまうし、途中投げ出すんだけど、最近あんまり投げ出さなくなったから私偉いなと思う。前は興味あってもね、すぐに飽きてたんだよね。それはなんだろうね、年のせいなのかなんか知らんけど、あんまり飽きなくなって全部をだから抱え込んでしまってるようなとこもあるけど、とにかくね、やりたいことは山のようにあるから、その一つずつを楽しみながらやっていこうと思うの。できる限りやってもやりきれんぐらいあるけど、そしてね、それをやることを動画にして皆さんに見ていただけると、また
反応も返ってくるじゃないですか。そうするとまた楽しい。自分がやりたいことを一生懸命やったら、それを見た方がまたいろいろ言ってくださるでしょ。それってすごく楽しいよ。本当にね、 YouTube 始めてよかったと思う。 YouTube 始めて私の人生はすごく良くなった、変わったと思う。根本的な性格は変わってないかもしれないけど、変わったような気がする。今までもよ、このうちでご飯食べてパソコンして染め物して森を見て、同じことをずっと前から今もしてるんだけど、家に毎日いること以外変わってないんだけど全てが違うのよね。同じものを見ていても感じ方が違うの。人生好転すると気持ちもね、余裕ができるのかな。何に対してもね、感謝の気持ちが素直に持てるようになった。空を見ても木を見ても何を見てもありがたいなと思う。そしてすごく幸せだと感じるようになった。前もね、今一番幸せだなと思ってたんだけど、もっともっといっぱい思うようになった。この私のいつも住んでる世界は一人っきりの世界なんだけど、たくさんのものに囲まれた幸せな世界だと思う。住んでいる場所も私も物理的に変わっていないんだけど、63歳からは周りのすべてのものが、森の木もお日様もお月様も家の壁も何もかも変わったように思う。そしたら他のことも、私じゃなくて対外的なこともなんか変わっていくような気がする。例えば63歳の前も20代の時も小説に応募したりとかなんかに応募しても全部落ちてたのよね。いつもってそんな2つ3つしか応募してないけど、そして出版社の人に読んでもらったこともあったけど、やっぱりダメだった。今はそんなに応募してないし、書いたものを見てもらうとかいうことはなかったんだけど、もう本は諦めてたから。だけど例えばネクストアップに応募しても YouTube のことを割と知ってる人に一回言ったことは、ネクストアップに応募するって言ったら、そんなもの受かりませんよ、ネクストアップはどうたらこうたらであんた無理だろうみたいに言われてたんだけど、私は絶対ネクストアップに受かる、出すとか思って、その人にはそう言わなかったけどとかね。あとは違うのを応募したやつも良かったんだけど、応募しなくても本出してくださいっていうのも来たりしてるでしょ。それとか、あとなんか取材とかもね、私大好きな出たがり私はね出たがりだから、それとかNHK ワールドジャパンとかもねお声掛けいただいたりして、嬉しいよ。だからそういう応募したものも競争率が高くてもね受かることが多いのね。それとか本だってそうでしょ。前はね出しても落ちてたけど、出さなくても声がかかってきたりして、しかもYouTube のチャンネル登録者としてはそんなに多いわけじゃないから、もっと登録者多い人いっぱいいるでしょ。だけど言っていただいて本当にありがたいんだけど、これ全部 YouTube のおかげなんだよね。私が YouTube やってるからネクストアップは本当にそうだけど、とにかくそういうことでお声がかかったりとか受かったりしてるわけなのよ。でね、私ってだからその63歳の後は気持ちがすごく前向きになったんですよね。感謝もすごく湧いてるし、そういうおかげでね、周りの波動っていうのかな、私の周り空気みたいのが変わったんじゃないかなって思う。自分の気持ちが周りの空気を変えているように感じるの。その周りの空気は私が変わったことによって私が作り出してるんだと思う。私が変わったことによって周りの空気がいつの間にか自分で空気が自分でって言ってんだけど、周りの空気がうにゅ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 と変わっていったんだと思う。この空気は前の空気じゃなくて私が作り出した空気がなんだけど、その空気自体も自分でどんどん変わっていって、そしていろんなもの、このフェンスにしても何もかにもを変えてるんだと思うの。お日様を変えるっていうと失礼だけど、前からお日様は私に言葉を投げかけていたんだろうけど、私が受け止められなかっ
ったんだと思うけど、いや受け止め、そうかな。お日様の日をもっと来る間にこう空気がお日様の空気を変えてくれるんじゃない。とにかく周りの空気も自分で変わっていったと思うの。私が変わったことで周りが変わって、お日様も森の木も全部私に投げかけるものが変わって、それによってまたもっと変わっていってるんだと思う。もっともっと良くなってると思う。だから自分の気持ち次第で自分の周りも変えられると思うのよ。自分の気持ちを変えて自分の周りも変わって、そしてまたずっと私も変わってもっとより良くなれると思うんだ。自分の気持ち次第で自分の周りを変えられるんだから、自分自身も変えられるでしょ。なりたい自分になれるということだと思うの。自分の気持ちを変えてだんだん空気を変えて、その空気が周りの物体も変えて、またそれがどんどんいろんな事象も変えて、そしてまた私に返って、私は自分で思ってたことをもっとできてなりたい自分になれるんだと思う。それをこの年になってやっと分かった。だから私もこれからやりたいことをやっていこうと思う。欲張りだからやりたいことをどんどんやっていく。応援してくださる皆様には心から感謝します。そうやって私がやれば応援してくださる方もいる。それはまた励みになるでしょ。本当に皆さんありがとうございます。嬉しいです。63歳から私の変化したこと、経験が何かお役に立てればと思ってお話ししてみました。皆様に良い明日が来ますようにと願っています。なりたい自分になってください。あなた次第でなれると思う。私もまだね、なりたい自分への道は半ばなんです。だけどどんどんなりたい自分に向かっていこうと思う。今がすごくいい人はそのままでいいだろうし、それはそれでいいなと思うし、幸せだと思うけど、なりたい自分、もっと違う自分になりたいとか思ってる人は頑張ってください。頑張ってっていうのもおかしいけど、きっとね、なりたい自分になるにはあなた次第でなれると思うの。私もまだなりたい自分への道は半ばなので、どんどんなりたい自分に向かっていこうと思います。なりたい自分がある人は向かっていってください。今なりたい自分になっている人は幸せな人生だと思うので、そのまま頑張ってね。でもね、なってない人はまだね、何歳からでもどこにいてもなれると思う。もしね、今そういう環境がないと思う人は少しずつ環境を整えて進んでやっていってください。皆さんが私を応援してくださるように、私も皆さんを応援します。私と一緒になりたい自分を求めていきましょう。一緒になりたい自分を求めていこうね。どうも今日は長くなったけど見てくださってありがとうございました。またね